立て立つんだ。アドリブが効かないな。決めてたんだからセリフもちゃんと。ジョーでしょう。あ、そうか。はい、ということで予想は大きく外れてしまいました。今回のテーマはこちらです。はい、浄土りということですね。前回の担当取りちょっと続きになりますけれども、先生のあまりお好きではない時取りになりますが、よろしくお願いします。今池谷さん2段なので、はい、はい、次もし商談試験を受けるとすればですね。はい、浄土りが入ってきます。はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、はい、では動画の方をご覧ください。浄土りですね。やらせていただいたのは、円、中、金っていう、遠い、遠いところ、円、中、金、それを左右に入っていきますよっていう、もう、特に申し上げたいことって言ったら、もうその、右か左か、で、周りの関係で円、中、金がありますよ、という、もう、それだけなんですけどね。一応いわゆる昔聞いたのは、個体の稽古。で、で、相手の圧を感じますね。で、例えばなんですけど、追いかけれますよね。追いかけられますですよね。なんで、この圧をちゃんと感じてスッといくと、まず転換そのもの、転換でも入り身でもそうなんですけども、この状態でこっちに回るときに、例えば、ついてこないですよね。そこで終わっちゃいますよね。あるいは、これ、追いかけてきますよね。追いかける気でいいですよ。ずーっと追いかけられるので、この個体の稽古として、この圧を感じて、そう、池谷さんの圧がこう来てる。それに対して、ごめんなさい。綺麗に流すと相手が崩れてくれますよ。そしたら、はい、今度はタイミングを合わせて。で、それからもう、はいっていう、相手の打つ気に合わせて入るっていうか、個体、流体、気体というか、そういう三体の稽古でやっていくっていう方法を昔聞いたことがあるんですけどね。どうしても最初から離れてるところで、逃げよう、追いかけれますもんね。この状態で。逃げよう、取ろうって言ったら追いかけられるので、まずはこれを見る。で、受け入れていく。前に出すと。稽古の方法としては一応これがおすすめです。それからさっき申し上げた通り、ここが取れるのか。これもあと、もう細かく言うと、円、中、金だとして、で、上から取るのか、下からすくうのかで技は生まれますです。変わりますですよ。ここが取れたのか、ちょっとゆっくりグーッと押してきますよね。これに対して、くどいけど、これは逃げてるんで追いかけられますよ。この圧、これが向かう方向に、相手の圧を流してここを取りましたよ。で、この状態ではまだいけないんですよね。あまりここおすすめのシチュエーションではないんですけども、でもこの状態で進行方向に流して崩れたところで、下から取るのか上から取るのかは分かれていくでしょうし。ミドルが取れるのか。これね。ここが取れるのか。ね、ここが取ったのか。ここが取れてるのか。ここが取れてるのか。先生によってはもうここで相手の足を取って
いつものやつ得意なやつですけど、足取っていくっていう技法もあることにはありますしですね。一応、その、傾向としておすすめなのは、これから逃げない。追いかけていいですか？逃げない。逃げない。追いかけられるんで、それをちゃんと流してるっていうか。そして、間合いですね。ここが取れるのか、ここが取れるのか、ここまで取れてるのか。あと、下から取れたのか、上から取れたのか。で、技を工夫させていただければいいかなって思ってます。はい。上取りに関しては、そのぐらいですかね。はい。で、正面打ちも横面打ちもありますけど、基本的には、立ち取りと一緒になるからですね。立ち取りより若干、それこそ、2尺4寸の上寸から、それこそ3尺刀の長い刀に変わったって、それだけでもすごい、前かそんだけ変わるってことはすごいことではあるんですけど、さばきとしては一緒ですし、同じですね。そう、目が追ってるでしょ。おかげですよ。そう、目が追ってますもんね。そうじゃなくて、ここが入れるっていうか。立ち取りの時にまた、説明しますけど、三角形が3つできている。これで四角形。これがこう揃うことで、ここに三角形が1つ、真ん中に1つ、外側に1つ。で、真ん中はね、本当に素通りじゃないけど、本当に正面突破の危ないことになりますから、原則としては、この三角に入っていける。その三角から下手に出ちゃうと追いかけられる。入る前にそう追跡されるので、この三角に入っていけるという。そこはまたタッチ取りで。横面も一緒ですよね。特に長門の場合は外せないですよね。ここで外に外しても追いかけられるっていうか、これで周りをスッと外してさっと取ろうと言ってももう、本当にこれはもうここが取れるかどうかの話になるので、これはまた立ち取りの時にやりたいと思いますけど、よろしいでしょうかね。はい。ありがとうございました。我デブシン池ちゃんなり。デブシンデブシンだっていろいろ誤解があって、デブシン考えてた。今日映画を見に行ったそうで、きつい入れとってください。大丈夫ですか？反対ですけどね。すみません。はい、ということで、F ラブはキングダムを応援しています。ということで、ちょうどやっていきましたけれども、いかがですか？懐に入るタイミングとかはやっぱ非常に難しいし、なんか立ちを模してこうした時なんかは、本当に先生がまっすぐ入ってくる感覚っていうのは、なかなかやっぱりちょっと対面しないとわからない部分がっていうのは、感じました。はい。担当取りと一緒ですが、こんな長くて硬いものを持った人にから武器を奪おうというのはなかなか難しい話かなと思うんですが。そうですね。浄土されてある方ならどなたでもご存知の、もう亡くなられましたけど、すごい先生が福岡の海というところにいらっしゃって、うちの先生とも、交流があって、亡くなられた大沢先生をすごく褒めていらっしゃったそうなんですよ。大沢喜三郎先生、大沢先生は本物ですみたいに褒めてやったけど、ただ棒を取るのはですね、そりゃそうですよね、浄土の大家の方からすればあんなね簡単に棒を取って振り回せるなんて、それはあれですからですねっていう話を先生から何回も聞いてたことがあるんでですね、これも武器を取るための訓練ではなくて、間合いとか措置関係とか、そういったところの勉強に使っていただければいいんじゃないかなと思います。で武神を目指すんですよね。はい、そうですね。矛ではないですけど先生、武器はお嫌いかもしれないですけど、そのうちなんかちょっと薙刀とかも
もっと長いものとかだとどうなるのかっていうそうそうちょっと知りたいところはあります。武器嫌いじゃないんでですね、武器同士だったらすみません今顔が変われたでしょなぎなたと剣とかなぎなた同士とか杖と剣とか杖と杖だったらラスクなんですけど、なるほどですね。すいません。わかりました。ということは矛と矛もありそうですね。大木将軍は誰がいるんでしょうね。はいということでどこまでカットしたかわかりませんが今回は上ということでやっていきました。よろしければいいねボタンそれからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。